空中から着地して、いい感じに進んでいきます。プリミティアプレイヤーエールです。今回は空飛ぶバイクを作ってみようと思います。構造を工夫して、地上も空中もいい感じに進めるようにしたいので、うまくできたら、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは薄型コンパクトなプロペラ作りからですね。こんな感じで離して接着した軸にたくさんの軽量プラスチックの板を付けまくって浮力を稼いでプロペラを高性能にしていきます。結局64枚の板を使った羽を4セット、合計256枚の板を使った二重反転プロペラになっています。とりあえずこちらにバッテリーを当ててみると、2本のバッテリーを接続したとき、私を連れて空中に浮かんでくれました。なかなか高性能ですね。プロペラはこれで OK として、今度はタイヤを作りましょう。こちらは軽さを維持したまま攻撃にも使いたかったので、限界まで細くしたタングステンの針をベアリングと離してくっつけたものに、ぐるっと一周タングステンの針を追加したものにしました。大きさと位置を合わせることで、プロペラに干渉しないようにしています。結構おしゃれですね。こちらをコピーしたものを後ろにもつけて、バイクっぽくしましょう。ここから私が乗って操縦できるように、操縦席の前輪を回すためのモーター、配線とハンドル関係を追加していきます。回転させるのが後輪ではなく前輪なのは、空中で前輪を回転させることで、回転カッターという攻撃手段にするためです。バッテリーも2本だけと、かなり省エネ仕様になりました。とりあえずできたので、このまま動かすと、こんな感じで、右トリガーを引くと飛ぶためのプロペラが、左トリガーを引くと地上を走るためのタイヤが、回転するのを確認できました。早速地面との固定を解除して、飛べるかどうか確認すると、よし、バッテリー2本だけの電力で余裕で浮かんでくれました。今度は地面を走ってから飛んでみましょう。ちゃんと走ってますが、さすがにこのサイズのタイヤをバッテリー2本で回すと、かなり遅くなります。ここで右トリガーを引くと、ちゃんと走りながら飛んでくれました。空飛ぶバイクの鳴り恥じない地上と空中の移動能力です。そのまましばらく飛んでいって、前にある木にぶつかると、なかなかのダメージを与えて破壊してくれました。今度はカメラを固定して旋回性能を見てみると、軽量でサイズも大きすぎないので、かなり旋回は簡単です。そのまま U ターンして戻ってきて、高度を下げていくと、空中から着地して、いい感じに進んでいきます。かなり細いタイヤですが、ちゃんと機能してくれるのがいいですね。そして空中でタイヤを回転させると、電力を消費して高度が下がりますが、小刻みに回して当てることで、それなりのダメージを与える武器として機能してくれました。このくらいの木ならボコボコにできます。でも調子に乗って勢いよくぶつかると壊れるので、注意しましょう。ちなみに私の視点だと、こんな感じです。タイヤで地面を走る時の速度は、秒速 3.8 メートルくらいと遅いですが、プロペラを回して空を飛んだ時は、倍くらい高速で移動できます。そのまま飛んでいって、タイヤを回転させながら木の葉っぱを切っていきましょう。いい感じのダメージを与えて、葉っぱを切り刻んでいます。これを繰り返すことで、葉っぱを切り落として、残った木の幹も破壊することができました。攻撃力もあって、なかなか面白い乗り物ですね。それでは最後は、後ろからの視点にして、行けるところまで行ってみましょう。最初はゆっくり地上を進んでから、途中飛行モードになって飛んでいくと、ここで自爆ドローンが近づいてきて、やられてしまいました。もう行動不能なので、ここまでですね。それでは、十分空飛ぶバイクでの旅は楽しんだので、スライムを捕まえてきて、
燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも食べ頃になったので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれた、空飛ぶバイクさんにも、おす分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、まー